日本人ってこんなに狂ったように叫ぶんですか？静かだった住宅街が戦場みたいになってました。普段は誰にも迷惑かけないような静かに生きる日本人。なのに祭りの日だけ近所のおじいさんがハッピー姿で汗だくになりながらわっしょいと叫ぶんですよ。韓国人の僕、最初かなり衝撃でした。今日は日本の町内祭りで見た恐ろしいほど熱い共同体文化を4つに分けて説明します。1つ目、静かな日本人が別人化するの。2つ目、個人主義のイメージがひっくり返った。3つ目、プロじゃなく近所のおばあちゃんが支える。4つ目、そして日本がまた日本に戻るのって話なんです。一つ目は静かな日本人が別人化するのって話です。これって僕が思うに、あの静かな会社員さんですよねってことが急に祭りモードに入るんですよ。本当に毎回びっくりするんですけども、日本の祭りって本気度以上なんだと思うんですね。そこに出てる方々、参加してる方々、普段は朝7時にスーツ着て静かにおはようございますって会釈しそうな近所のおじさんが祭りの日になると別人化するんです。ハッピー着てなんか巻いて30キロ、50キロ近いみこしを担ぎながらわっしょいて、顔が真っ赤になって叫ぶんですよ。汗が首から滝みたいに流れてる。しかもそれを中学生も小学生も70代くらいのおじいちゃんも同じ熱量でやってるんですよ。韓国にも地域イベントや大学祭りはあります。いわゆるプロの方を招いて高いレベルの公演を楽しむ的な感じですね。でも日本の祭りは少しだけ方向性が違うんだと思ったんです。街全体でショーケースするイベントなんだと思いました。特に驚いたのが、そこに参加している子供たち、みこしの後ろを真剣な顔で歩いて、次は自分たちが支える側になるんだみたいな空気があるんですね。日本って普段は感情を抑える文化とも言われます。でもその分、ここぞという時に全世代で一気に熱量を解放する、その静と動の切り替えにびっくりしました。こうやって無意識に次世代へ共同体を引き継いでるんだなと感じました。二つ目の話、個人主義のイメージがひっくり返ったって話なんです。なんでこんなに団結するんですかって話ですね。日本に長く住むと見えてくる感覚があります。他人の領域には入り込まないということです。電車では静かに、エレベーターでは小さい声、深夜に洗濯機回すのも気を使う。だから、祭りを見た最初、脳がバグったんですよ。この人たち、本当に普段の日本人ですよねって。道路の真ん中で何十人も肩を組んで汗だくて大声でそういやーって叫びながら同じ方向へ進んでいく。しかも誰一人自分だけ目立とうとはしてないんです。これかなり重要なんだと思いました。全員で呼吸を合わせる美しさがそこにはあったのかもしれません。みこしって一人でもずれると危ないですよね。だから歩幅と声もタイミングも合わせると思います。でも不思議なのが日本人って普段からベラベラベタベタベタなり合うわけじゃないような気がするんですよね。でも祭りの日がなると近所のおじさん、おばあちゃん、小学生、居酒屋の店員さん、全員が突然同じチームになるような感覚があるんです。僕あの空気を見て日本の団結力って古代みたいな上下じゃなくて空気を共有する力なんだと感じました。静かな社会なのにいざという時は一気にまとめる。あれ、街の祭りなだけなのに日本社会を表している気がしました。三つ目は、フォローじゃなくて近所のおばあちゃんが支えるのって話なんです。日本の祭りって地味に感動したんですよ。それが屋台なんですね。これどちらかっていうと、大きな祭りというから、そのところどころでやってる、小さな祭りの話なんですけれども、僕がそこにいて、焼きそば来てさーいとか言ったら、そこで作ってるのが、近所のお母さんだったりするんですよね。そのお母さんたち、汗だくで鉄板焼きなきゃら、もうはい300円ね、みたいな、もう隣の人には、あんた去年も来たよね、みたいな会話をしていると、その隣では町内会のおじさんがフランクフルト食べたり、その町の住民でありそうな小学生がまだなんか作ったり売ってたりするんですね。やっぱり日本もほとんどのところでは、プロの業者さんがいると思いますし、韓国も屋台文化は基本プロなんですが、日本だと小さくスポットでやってるっていうところでは、その
現地の方がいたりするんですね。韓国は特に、その日本みたいな出張型もあると思うんですが、その地域でもともとやってた屋台がその辺の、例えば祭り、文化祭ができて、盛り上がるパターンもあるんですね。だから基本はプロなんだと思うんですね。しかもそこに参加している住民の方々、町に対する誇りありますよね。この祭りが一番なんだよとか、この辺から昔、50年、80年前からあったろうみたいな、嬉しそうに、地域で交流している姿を見ます。特にね、東京みたいな大きな都市って人間関係が薄そうに見える時もあります。でも、祭りの日になると、急に昭和の村感が出るっていうか、この空気異常に暑いんだな、暖かいんだなって思ったんですね。だから、この地域コミュニティが死んだんじゃなくて、静かに生きし続ける国なんだなというふうに思いました。そして4番目、日本がまた日本に戻るのって話なんですね。これ一言で言うと、さっきまであんなに騒いでたのに、5分後何事もなかった世界に戻ってきましたって話なんですね。これ日本の祭りで毎回ゾッとするポイントなんです。あれだけ大騒ぎしてたんですよ。太鼓どんどんしてわっしょいでも叫んでビール片手に笑ってるおじさんとか、焼きそば、たこ焼き、かき氷作ってたり売ったりとか、街にはもう数百人がいた。でも、その祭りの次の日になったら、もうスーッとスイッチ切れたみたいに静かになるんですね。さっきまでみこしに寝てた人たちが、急にボクボクとゴミを拾い始めたりとか、屋台も2、3時間後にはもう撤収していたりとかするんですね。もうこれは衝撃でしたね。もう騒ぐ時には全力で騒ぐと。でも終わった時には周りに迷惑残さないモードに、そういう日本人モードに戻って、もうまたコツコツ掃除してたりとか、もう次の日の朝にそこに行ってみると、本当に何事もなかったような普通の街に戻っていったり、その上をもう小学生がランドセルを打って何事もなかったように歩いていたりとか、昨日の熱狂って幻だったの的になることがあるんですね。感情爆発させた後にちゃんと戻す。こういうポイントって面白いんだなというふうに思いましたね。自由と節度っていうんですか？これ同時に成立させようとしてるんだなと思いました。で、正直ね、日本に来る前の僕はですね、日本は人間関係冷たい国なのかなって思ってました。でも少なくともね、町内の祭りを見ると、そのイメージが変わり始めたんですね。普段静かな人たちがもう本気で叫んで笑って汗だくになって終わったらちゃんとみんなで戻すと。こういうポイント本当に興味深く見ました。もちろんこういう地域文化は日本でも少しずつ減ってますよね。町内会に入る人が減ったり、若い世代が忙しかったり。でもだからこそ逆に今しか見れないことなのかもしれません。今その祭り1年後、5年後、10年後、20年後、もちろん残っている方が多いと信じたいところですが、一つずつなくなっていく現実ではあります。だからこそ今この目で見ておきたいというふうに思っちゃいます。皆さんの地元にもこういうみんなで熱くなった記憶ありますか？あればぜひコメント欄で教えてください。よかったら次の動画でぜひお会いしましょう。以上、パクでした。アニョン。